こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回はファイナルファンタジー7に登場する武器、バスターソードを作っていました。バスターソードは作品によって少しデザインが違ったりするんですけど、今回は数日後に発売予定のリメイク版 FF7 のバスターソードを作りました。それでは早速作り方に行ってみましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。芯として使う水道パイプを加工します。まっすぐのままだとマテリアーナに当たってしまうので、ヒートガンという熱風を送る道具で曲げてマテリアーナを避けるようにします。ヒートガンも水道パイプもホームセンターで買いました。ライターで代用することもできます。ちなみにドライヤーでは曲がりません。なおマテリアーナが貫通してなくてもいいという方は曲げなくてもいいです。曲げ終わりました。水道のパイプを程よい長さに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使ってますが、ノコギリなどでも切れます。パイプカッターもホームセンターで買えます。これにて水道パイプの加工が終わりました。まずは刃の平らな部分を組み立てていきます。先ほどまで加工した水道パイプを瞬間接着剤で接着します。その脇に水道パイプの直径と同じ幅に切った COS ボードの帯状パーツを接着していきます。瞬間接着剤は全て100均のを使ってます。接着作業の際には瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと効果が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 という接着剤でも楽に接着できます。ボンド G17 はホームセンターにもありますが、100均にもあるので手軽に入手ができます。お好みの方法で接着してください。上端と下端のパーツを貼り付けていきます。続けてマテリアーナのパーツを貼り付けていきます。筒状にしたパーツをマテリアーナに貼ります。中空のままにしておくと内側がへこんできて見た目が悪いので、このように仕切りをたくさん設けます。これでへこまなくなるので見た目が良くなります。一通り貼り終わったので、もう一枚のパーツを接着して蓋をしていきます。少しずつ接着していき、端まで到達します。これにて平らな部分が完成です。マテリアーナ付近の装飾を行っていきます。まずは順次パーツを接着していきます。斜めの線があるので型紙を使ってマーキングします。型紙にところどころ穴が開けてあるので、そこにマジックを当ててマーキングし、できた点々をこのように定規できれいにつないでいきます。下書きを元にハンダゴテの熱で彫っていきます。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで買うことができます。彫っていると煙が出ることがありますが、吸わないように気をつけてください。刃の部分を組み立てていきます。これも中空にならないように、まずは三角形の形に切ったパーツをたくさん貼り付けて仕切りを作ります。刃のパーツを接着した時に端に角度がつくように端を斜めに切っていきます。こういった切断の際はオルファーの特選黒刃という刃を使うと切れ味がいいのでとてもやりやすいです。といってもとても難しい作業ですので、切れ端などで練習してからやってみてください。反対側にも少しだけ角度を入れていきます。角度を入れ終わったパーツを端から順次接着していきます。先ほど説明したオルファーの特選黒刃ですが、ホームセンターで売られております。基本的に僕は造形の時はそれしか使っていません。造形を長くやる人は買っておいて損はないと思います。特に説明のないシーンでも
すべて特選黒刃で作業していると思ってもらって結構です。刃先を組み立てます。鋭い角度を出すために薄いボードをメインに使うのですが、薄いボードだけだと裂けてしまうので、工作用紙という工作用の硬い紙をボンド G17 で貼り合わせて補強したものを使います。工作用紙はホームセンターや100均で売られています。ボンドを塗ったので貼り重ねます。しっかり乾いたらパーツを切り出します。そして組み立てていきます。これも中空にならないような構造にしながら組み立てていきます。ご覧のように刃先などがかなり角度が出ているので、この角度を出すために厚いボードでは再現しきれないので、このような薄いボードと工作用紙を貼り合わせたものを今回は使用しております。組み上がったので本体の方へ接着します。つばを組み立てます。まずはパーツを順に接着していって箱状のパーツを組み上げていきます。COS ボードを 8mm 幅程度に切り出します。角をカッターナイフで削ぎ落とします。それを縁取りとしてパーツの端に接着していきます。一通り接着し終わりました。円形に切ったパーツをハサミでカットして丸みを帯びせます。カッターでもいいのですが、これはハサミの方がやりやすかったです。できたものを接着していきます。つばと本体を瞬間接着剤で接着します。最後に柄を組み立てます。柄はパーツを端から順次接着していくだけで終わりとなっております。これにて組み立て完了です。次は塗装です。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで全体を真っ黒に仕上げます。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきました。引き続き平らな部分を暗めの銀色で塗ります。動画だと変化がちょっと分かりづらいですね。動画で使っているのはエアブラシですが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法で塗装してください。ちなみに使っている塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーです。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で買えます。少し雰囲気を変えるためにマテリアーナの周りやつばつかは筆で塗っていきます。これも動画だとあまり変化がわからないかもしれないですね。刃をこの後銀に塗るのですが、はみ出ると嫌なのでマスキングテープで保護します。マスキングテープはおもちゃ屋さんの模型売り場やホームセンターで売ってます。刃を銀に塗ります。プラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。塗る時のコツですが、ベタっと塗るのではなく、ティッシュや布などである程度こそいで、かすれた状態でこすりつけるように塗っていきます。そうするとベースの黒が少し残って深い色合いになります。合皮を帯状に切り出します。合皮は手芸店で買いました。切った合皮をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。これにて一通り完成となります。全長は180センチ、重量は 1.4 キロとなります。制作時間は27時間、材料費は5000円といつもより少し多めになっております。僕と並べると大きさが分かりやすいと思います。僕と変わらないぐらいの大きさがありますね。中に水道のパイプが入っているのでとても丈夫です。このように振り回したりして楽しんでも折れるようなことはありません。気軽に楽しんでください。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せてます。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄にあります。質問等あればコメントでお願いします。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。